人類など46億年という地球の歴史において最後の1秒に登場したばかりの王者に過ぎません。私たちが現れる以前から地球という玉座にはすでに8つか9つの王朝が座してきました。彼らは人類の歴史とは比較にならないほどの長期間にわたり生態系に大きな影響力を行使してきた存在です。かつての王者たちの運命は多様でした。20億年という途方もない長きにわたって君臨した一族もあれば、わずか1億年の栄華を謳歌した後に一夜にして完全に拭い去られた一族もあります。今宵語るのはその者たちの物語です。星屑が寄り集まり、テイヤと呼ばれる天体が衝突して月を生み出しました。そして大地が冷え、海が満ちていきます。そこには生命の気配はなく、誰もいない舞台がただ静かに整ったのです。それから幾億年、どことも知れぬ片隅である何かがついに動き始めました。それは自らを写し取る術を覚えたのです。自らを写し取る術を覚えたその何かこそ、地球史上最も謎めいた始祖です。古代の痕跡を掘り当てる古生物学者ですら、その墓を見つけ出すことはできないのです。化石として残るには、それはあまりにも小さく脆い存在だったからです。それでは、この謎めいた始祖は一体どこで産声を上げたのでしょうか。今回はその何かがどのような軌道を迎えたのかご紹介しましょう。生命の起源については潮だまり説、ヒーゲ説、あるいは地球外起源説など多様な考え方があります。しかしここで私たちが主軸に据えたいのは深海熱水噴出口仮説です。生命の誕生を考える上で深海の火山号地を抜きにして語ることはできないでしょう。話は30数億年前の深海底へと遡ります。この時代、海底には熱水噴出口と呼ばれる火山号地のような割れ目がありました。そこからは地球内部から熱せられた熱水が絶え間なく噴き出していました。決して穏やかな環境ではありません。しかし生命はこの過酷な深海の底で産声を上げたのです。でもなぜ光も届かない深海底が生命のゆりかごとなったのか、それを疑問に思う人もいるでしょう。それには熱水の成分と岩石が関係しています。海水には水素や鉄、硫黄といった物質が豊富に溶け込んでいました。これらの物質が海底の鉱物を触媒として組み合わさる中で自らを複製し始める最初の化学反応の塊へと変化したのです。これこそが生命の起動でした。その塊にはまだ名前もありませんでした。明確な形すら持っていなかったかもしれません。ただそれは周囲の物質を取り込み自身のコピーを作り続けるというただ一つのことを繰り返しました。本朝に豊かな群像劇はありません。他の生物との競争もありませんでした。なぜならそこにはまだ他の誰もいなかったからです。あるのはただ暗闇の海の中で必死に生き延びようとあがく一塊の反応のみでした。いつ途絶えてもおかしくない危うい存在でした。だがそれは死ななかったのです。しかしその何かはあまりに小さく、あまりに孤独でした。この広大な海で生き残るためにはもっと多くの子孫がいる。自らを支える一族がいる。これから数億年という途方もない時間をかけて、それは分裂し、広がり続けていきます。名前もなく形もなかった孤独な始祖は、やがてこの星を丸ごと自らの領土に塗り替えていくことになるのです。共通祖先の子孫たちは、やがて世界へと広がっていくことになります。それでは、
この始祖からどのように多様な生命の分派が生まれていったのでしょうか。今回は初期の生命がいかに枝分かれしていったのかご紹介しましょう。始祖の広がりを想像するとき、私たちは短期間で一気に増えたかのように思いがちです。しかし実際はそうではありません。分派が生まれるには途方もない時間が必要でした。それは一夜にして成し遂げられたものではなく、数億年というスローモーションの果てにようやく刻まれていった分岐だったのです。話は始祖の誕生からさらに数億年後へと進みます。系統樹を開いてみましょう。最初の一頭は生命を2つの大きなグループに引き裂きました。古細菌と魔生細菌の2大系統です。微小な彼らは生き残るためにあらゆる過酷な環境へと散らばっていきました。なぜ彼らは自ら過酷な環境へと向かったのでしょうか。それにはエネルギー源が関係しています。光合成を持たない彼らは地球の化学物質に頼るしかなかったのです。古細菌の歩みを見てみましょう。彼らの中でも火山郷地へと向かった面々は超高熱菌となりました。一方、泥深い沼地へと潜った一族はメタン生成菌となり、塩湖へと流れ着いた一族は鉱塩菌となりました。上司菌の中からも分派が生まれます。海底の鉱物を利用する化学合成菌や酸素を忌み嫌う嫌気性細菌などが次々と枝分かれしていったのです。こうしたプロセスはおよそ20億年という途方もない時間をかけて進みました。恐竜王朝の実に10倍にも及ぶ時の流れです。これほどの長きにわたり系統樹はゆっくりと枝葉を広げていきました。遠い親戚同士となった彼らはもはや互いを認識すらできなくなっていたんです。それでは彼らは平和な共存を遂げていたのでしょうか。決してそうではありません。そこにあったのは限られた資源をめぐる熾烈な生存競争でした。彼らが争ったのは硫黄、鉄、水素、メタンといった化学物質です。地球のあちこちでこれらをめぐる目に見えない抗争が繰り広げられていました。例えば、ある浅見で硫黄が食い尽くされればどうなるでしょう。そこを頼りにしていた化学合成菌はただ飢えて部隊から退場するしかありません。そこには勝者と敗者が絶え間なく入れ替わる血の流れない戦争があったのです。しかしこの果てしない勢力構想の片隅で歴史を根本から覆すような出来事が起ころうとしていました。誰も気にも留めない目立たぬ一枝がこっそりとある研究を進めていたのです。彼らはあらゆる系統から食いぶを奪い去り、世界を丸ごと一変させてしまう究極の技を編み出そうとしていたのです。それは一体どのようなものだったのでしょうか。生命の歴史はここから最大の転換期を迎えることになるのです。その究極の技を作り上げようとしていた小さな一派こそがシアノバクテリアでした。彼らが編み出したのは太陽を喰らうという文字通り桁違いの技でした。彼らは空から無限に降り注ぐ陽光を直接自らの糧に変える術を身につけたのです。これこそが現在でいうところの光合成です。水と二酸化炭素というありふれた物質を材料として自らの体を維持する栄養素を作り出すことに成功したのです。化学物質を他者と奪い合う必要などどこにもありません。太陽の光と水さえあれば自ら無尽蔵にエネルギーを生み出せるのです。これは既存の枠組みを破壊する全く次元の違う一手でした。ゲームのルールを彼らは単独で書き換えてしまったのです。太陽の光が届く浅い湯には彼らにとってまさに理想的な楽園でした。シアノバクテリアは分裂を繰り返し凄まじい勢いで増殖していきます。
波打ち庭に集まり、巨大な建造物を次々と作り上げていきました。無限のエネルギー源を手に入れた彼らは、瞬く間に世界を支配したはずだ。そう考える人もいるでしょう。しかしことは、そう簡単に進まなかったのです。彼らが一夜にして天下を取ったわけではありませんでした。その後、シアノバクテリアと無名の帝国の住人たちは、実に数億年という途方もない期間にわたって並び立つことになります。火山壕地に陣取る超高熱菌は依然として一歩も譲らず、嫌気性細菌たちは片隅に押し込まれながらもしたたかに勢力を維持していました。それでは、なぜ彼らは最終的に絶対的な勝者となり得たのでしょうか。そして、どのようにして世界を自らの色に塗り替えていったのでしょうか。彼らは領土を広げながら、絶えずある物質を大気中に吐き出していきました。それが酸素です。光合成の過程で副産物として生み出されるこの物質は、シアノバクテリアにとっては不要な単なるゴミに過ぎませんでした。しかし、当時の地球に住む大半の生命にとって、酸素は恐るべき猛毒だったのです。当時の彼らにとって酸素に触れることは、まさに致死性のガスを吸い込むようなものでした。彼らの勝ち方は、資源を奪うことではありませんでした。自らのゴミである酸素をまき散らすことで、他者の住処そのものを生きてはいけない場所へと変えてしまうことだったのです。鉄細菌たちは、シアノバクテリアが吐き出す酸素によって、じわじわと首を絞められていきました。この見えない猛毒は、確実に地球の風景を変えていきます。かつてガスで満ちていた橙色の空を爽やかな青に染め上げ、鉄分が溶け込んだサビ色の海を深く美しい群青色へと塗り替えていったのです。とはいえ、酸素がすぐに世界を覆い尽くしたわけではありません。酸素はまず、海水に溶け込んだ解毒剤である鉄と硫黄を一つ一つ食い尽くしていきました。海中の鉄分が酸化鉄となり、海底に降り積もることで、一時的に酸素の猛威は抑え込まれていたんです。しかし、解毒剤にも限りがあります。長い長い時間をかけて、海の鉄と硫黄が枯渇すると、次に何が起こるでしょうか。酸素は行き場を失い、ついに海水そのものを酸化し始めるのです。その結果、朝貝に広がっていた焼け領土が片端から陥落していくことになります。彼らにとっての猛毒が海を満たし、もはや逃げ場はどこにもありませんでした。無名の帝国は古い領地でかろうじて息をついていました。しかし、彼らが地球の主役であった時代は、もう静かに終わりへ向かっていたのです。海が猛毒の酸素に満たされ、無名の帝国が崩壊していく中、どうしても逃げ遅れてしまった者たちがいました。それがアーキア、すなわち古細菌の一種です。同じ頃、絶望に沈むアーキアとは別の場所で、全く異なる進化を遂げていた一派がいました。彼らは魔性細菌の一種であるアルファプロテオバクテリアです。驚くべきことに、彼らは他の生命が恐れてやまない猛毒の酸素をあえて自らの体内に取り込んでいました。そしてその酸素を利用して莫大なエネルギーを生み出すという全く新しい驚異的な技を身につけていたのです。これこそが私たちが現在呼吸と呼んでいる仕組みです。それでは猛毒の海で絶体絶命の淵に立たされていたアーキアと酸素を巧みに操るバクテリア、この全く異なる生い立ちを持つ両者は一体どのようにして交わったのでしょうか。ある時、猛毒の海をあてどなくさまよっていたアーキアは偶然にもこのバクテリアと遭遇します。そして生き残るための苦肉の策だったのか、あるいは単なる偶然の産物だったのか、アーキアはバクテリアを丸飲みにしてしまったのです。普通に考えれば
飲み込まれたバクテリアはそのまま消化され、アーキアのわずかな糧となって終わるはずでした。しかし、ことはそう簡単には済みませんでした。なぜかアーキアは飲み込んだバクテリアをいつまで経っても消化することができなかったのです。その結果、一体何が起きたのでしょうか。なんと、飲み込まれたバクテリアはアーキアの体内で死ぬことなく、そのまましぶとく生き続けたのです。バクテリアは宿主の体内にしっかりと居座り、次々と押し寄せる猛毒の酸素を食べては、代わりに莫大なエネルギーを吐き出し始めました。それは両者にとって想像を絶するほどの恩恵をもたらすことになります。アーキアからすれば、自らを殺そうとする猛毒を勝手に処理して無毒化してくれる上に、無尽蔵とも思えるエネルギーまで提供してくれる夢のような存在です。一方で、バクテリアにとっても外敵の脅威から完全に守られたアーキアの体内は、これ以上ないほど安全で快適な住処となりました。互いの欠点を補い合い、利害が完全に一致したこの融合は、生命史においてたった一度しか起きなかったと言われるほどの奇跡的な出来事です。彼らはもはや宿主と居候という別々の生き物ではありませんでした。数億年という長い時間をかけて、二つの生命は完全に一体化し、一つの真核生物という全く新しい次元の存在へと生まれ変わったのです。莫大なエネルギーを自由に使えるようになった真核生物は、かつての単細胞の細菌たちとは比べ物にならないほどの飛躍的な進化を遂げていきます。有り余るエネルギーを使って自らの体を何千倍にも巨大化させ、体内には大切な遺伝情報を守る核という堅牢な金庫を作り上げました。そしてあの時飲み込まれたバクテリアはミトコンドリアという専属のエネルギー発電所として細胞の中に永遠に定着することになったのです。この真核生物こそが後に地球上に現れるあらゆる複雑な生命の共通祖先となりました。大地を覆う植物も、海や陸を駆け巡る動物も、森を分解する菌類も、そして私たち人類に至るまで、現在地球上で目に見えるすべての生命は、この時に起きたたった一度の奇跡から始まっているのです。こうして地球には真核生物という新たな王者が誕生しました。彼らは莫大なエネルギーというかつてない強力な武器を手に入れ、これから未曾有の進化の道へと足を踏み出していきます。しかし、彼らが華々しく活躍する舞台は依然として海の中だけに限られていました。なぜなら、当時の陸地には太陽からの強力な紫外線が容赦なく降り注いでおり、どんな生命も一瞬にして細胞を破壊され焼き尽くされてしまう完全なる死の世界だったからです。イネチが陸へ上がるなど、この時はまだ誰一人として想像すらできなかったことでしょう。だが、その過酷な環境すらも変えようとする動きがすでに上空で始まっていました。あの緑の争奪者、シアノバクテリアが数億年にわたって吐き出し続けたゴミである酸素が、やがて空高く舞い上がり、地球全体をすっぽりと包み込む不可視の盾を作り出そうとしていたのです。あの猛毒の酸素の革命の後、空には不可視の盾が徐々に編み上げられつつありました。しかしその一方で、地球の寒冷化の歩みもまた決して止まることはなかったのです。この星はその後も何度も極寒の冬へと突き落とされていくことになります。しかし、生命の歴史において最も凄まじい一撃は、さらに20億年もの途方もない時間が流れた後にやってきました。真核生物という全く新たな帝国が海で繁栄を謳歌し、かつての酸素の最悪など完全に忘れ去られた頃のことです。ある日、この星は一夜にして凍り始めたのです。赤道から両極に至るまで、地球全体が完全に分厚い氷に覆い尽くされてしまいました。
それは部分的な氷河期などという生優しいものではありません。最も暑い場所では氷の層は実に1000メートルを超えていました。太陽の光は氷に遮られ、暗黒の海では生命の基盤であった光合成がほぼ停止してしまいました。まさに世界の終わりともいえる絶望的な光景です。それではこの過酷な状況下で海に取り残された生命はどうなってしまったのでしょうか。驚くべきことに、あらゆる系統の生命が史上初めて共通の敵に追い詰められ、同じ一艘の箱舟に乗り合わせることになったのです。かつて酸素という猛毒を吐き出し、環境を激変させたシアノバクテリアでさえも、この圧倒的な冷気の前になすすべはありません。彼らは氷の下の薄い水の層に身を潜め、光合成の機会をじっと待ち続けるしかありませんでした。一方で、かつて酸素の最悪から逃れて火山壕地の底へと追いやられていた古細菌の覇者たちはどうだったでしょうか。皮肉なことに、彼らはこの極寒の時代を最も安定して生き抜くことになります。彼らが住み所としていた深海の熱水噴出口の周辺は、地熱のおかげで分厚い氷の影響をほとんど受けませんでした。化学合成細菌たちもまた豊かな熱エネルギーの恩恵を受け、地上で起きている惨状などどこ吹く風と平穏な暮らしを続けていたのです。そして新たな王として海に君臨していた真核生物もまた全滅したわけではありませんでした。彼らは氷の裂け目にできたわずかな隙間に逃げ込み、過酷な寒さにじっと耐えながら密かにその体を大きくしていったのです。この時代、海から生物同士の競争はすっかり姿を消しました。ありとあらゆる一族が他の生命地を出し抜くことではなく、環境という巨大な敵とただ向かい合っていたからです。生き残るために他者と争う余裕などどこにもありませんでした。皮肉なことに、かつて追放された辺境の地が今や地球上で最も安全な避難所となっていました。極限環境に慣れ親しみ、長い間ひっそりと命をつないできた古き一族たちこそが思いがけず最も揺るがぬ存在となったのです。この絶対的な極寒の時代は数千万年という果てしない時間続いたと考えられています。その間、分厚い氷の下の薄暗い世界で生命はただじっと耐え忍ぶだけだったのでしょうか。いいえ、決してそうではありませんでした。この終末の箱舟の中で真核生物は一つの途方もない実験を密かに完成させていたのです。これまで彼らはあくまで一つの細胞で生きる単細胞生物に過ぎませんでした。しかし過酷な環境の中で生き残るために、彼らは互いに身を寄せ合い、一つの大きな塊として生きることを選んだのです。彼らはバラバラに生きるのではなく、より集まることを覚えました。それぞれが役割を分担し、一つの大きな生命体として機能するという全く新しい生き方を模索し始めたのです。これこそが後に地球を埋め尽くす複雑な生命の始まりでした。多細胞生命の萌え側は熱く冷たい氷の裂け目から静かに顔を出していたのです。地球の凍結は数千万年にわたって続きました。星全体が白い氷に閉ざされた過酷な世界。生命地はもう終わってしまったのだと思う人もいるでしょう。しかし地球そのものは決して死んでなどいなかったのです。火山はその間も活動を止めることはありませんでした。地球の内部は熱く煮えたぎり、マグマの活動は熱い氷の下でも続いていたのです。火山の噴火によって吐き出される二酸化炭素、これを吸収するものはもはやこの星のどこにもいませんでした。星はすべて氷に覆われており、水が液体の状態で存在しなければ岩石の風化作用も起きないのです。行き場を失った二酸化炭素は
大気中に積もりに積もっていきました。その結果、何が起きたのでしょうか。ついには二酸化炭素の温室効果が反撃に転じる時がやってきます。太陽の熱を閉じ込める力が劇的に増し、地球を覆っていた分厚い氷彫はじりじりと焼き溶かされていきました。数千万年という長い凍結はようやく終わりを迎えたのです。長く厳しい冬が去り、海に再び暖かい日差しが差し込むようになりました。氷が溶けるとすぐに真核生物たちはさらに密接に寄り集まって、食べる役割や動く役割、そして増える役割といった具体的な分担を確立していきました。細胞が連携し合うことで、彼らの中に明確な秩序が形成されます。そして彼らに複雑な形が生まれるのです。どこが前でどこが後ろかという頭と尾の区別が生まれ、柔らかな体が作られていきました。さらに数千万年の歳月を経て、これらの生物はついに肉眼で見えるほどの怪物にまで育ち上がりました。彼らは初めて実験室から飛び出して、広く豊かな海底の舞台に登場したのです。彼らが登場した当時の海底は、一体どのような場所だったのでしょうか。それはまるで音のない彫刻公園のような風景でした。後にエディアカラ生物群と呼ばれる生き物たちが奇妙で美しい世界を作り上げていたのです。この時代を代表する怪物の姿をいくつかご紹介しましょう。まずディッキンソニアと呼ばれる生物は、まるで破れたボロ布のごとく海底に平たく張り付いていました。体全体で海中の栄養を吸収しており、中には1メートルを超えるサイズにまで広がるものも存在しています。またチャルニアと呼ばれる生き物は植物の羽のように水中に立ち、海底に根を下ろしていました。彼らは静かな海流に身を任せながら水中の栄養をこし取って生きていたのです。動物とも植物ともつかないその姿は、まるで海の中に咲く彫刻のようでした。さらにキンベレラは、円の柔らかな草履のような形をした体で、のんびりと海底を這い回っていました。トリブラキディウムは、3つ差の手裏剣のような奇妙な姿で、水の中を漂っています。また、スプリッキナという生き物は、後に地球を席巻する初期節足動物の祖先ではないかと模されている存在です。彼らの体はすでに左右対称に近い形をしており、頭部らしき膨らみと背骨のように並んだ縁を持っていました。これらは地球の歴史上最も奇妙な時代でした。彼らはただそこにあるだけで、ひたすらに平和に暮らしていました。なぜならこの世界には、彼らを襲って食べる捕食者が存在しなかやかったからです。他の生物を食べる口を持つ者が誰一人としていません。誰も誰をも食べないのです。敵を倒す牙もなければ、身を守る硬い殻や爪もなく、逃げる素早い足も必要ありませんでした。海底の怪物たちはただ受け身に海の中から栄養を取り込みながら、数千万年にわたって平和に共存していたのです。食うか食われるかという激しい競争のないこのエデンの園は、それ自体が生命の歴史においてすでにありえない光景だったと言えるでしょう。競争がなければ進化は停滞してしまいます。争いを知らないこの平和な世界は長くは続かない宿命を背負っていたのです。それではこの永遠にも思える平和はどのようにして終わりを迎えたのでしょうか。実はこの平和な住人たちの中にすでに不穏な動きを見せるものが現れていました。他の生物の体をかじるために口を伸ばすもの、そして硬い殻をまとうもの。静かなエデンの園は間もなく血で血を洗う修羅場へと姿を変えようとしていたのです。平和なエデンの園に誕生した口という恐るべき兵器は、
生命の歴史に後戻りのできない連鎖反応を引き起こしました。食べるものと食べられるものという関係が生まれたことで、世界は一変します。食べられる側は身を守るために硬い殻や鋭いトゲを発達させ、食べる側はその防御を打ち破るためにさらに強力な牙や捕獲用の触手を獲得していきました。相手を出し抜かなければ生き残れない過酷な競争が始まったんです。その変化はあまりにも早く、そして凶暴にやってきました。地球の悠久の歴史という地質学的なスケールから見れば、まさに一夜にして起きた出来事と言えるほどの激変でした。当時の海底は生命の歴史の前半において最も賑やかな舞台でした。後にカンブリア大爆発と呼ばれるこの時代、海の中は多種多様な生き物たちが入り乱れる壮大な実験場へと変貌を遂げていたのです。かつての静寂は完全に打ち破られ、生き残りをかけた激しい生存競争があらゆる場所で繰り広げられていました。生き物たちは環境に適応し、敵対する他者から逃れるために、極めて短期間のうちに私たちの想像をはるかに超える奇抜な姿へと自らを作り変えていったのです。この血塗られた戦場の頂点に君臨し、カンブリア紀の第一の覇者となったのがアノマロカリスです。当時の生物の多くが数センチ程度の大きさしかなかった中で、アノマロカリスは体長1メートルを超えるという規格外の巨体を誇っていました。彼らは高度に発達した巨大な目を持ち、周囲の獲物を正確に捉えることができました。そして頭部の先端には獲物を捕らえ込むための長くて強靭な触手を備え、目に映るものを片端から食らっていったのです。絶対的な力を持つアノマロカリスの影に怯えながら、他の生き物たちは生きる術を模索しなければなりませんでした。捕食者たちの脅威に対抗しようとしたのが、海中における最大の中堅勢力であった針葉虫です。彼らは背中に硬い甲冑をまとい、敵の攻撃から身を守るという戦略を選びました。この防御戦略は非常にうまくいき、針葉虫は瞬く間に繁栄を遂げます。1000を超えるほど多様な種に分化し、浅瀬から深海に至るまで適応して、彼らの内部だけでも一つの生態系をなすほどになりました。彼らは泥の中の有機物を食べ、あるいは小さな獲物を狩りながら覇権の一角を担っていたのです。しかしその堅牢な装甲も絶対的な安全を保証するものではありませんでした。針葉虫は数も多く至る所に存在していたため、口を持つものであれば誰でも彼らを格好の獲物として狙うことができたのです。アノマロカリスのような強力な捕食者にかかれば、その硬い殻ごと噛み砕かれてしまう運命にありました。身を守る殻を持つ者と、それを打ち砕く者との果てしない力比べが当時の海を支配していました。この時代には、生き残るために独自の進化の道を歩んだ暴流の生物たちも存在しました。その代表格がオパビニアです。オパビニアは頭部に5つもの目を持ち、あらゆる方向を監視できる特異な視覚システムを備えていました。さらに頭部の先端には一本の長く柔軟に動く鼻のような器官が伸びていました。この奇妙な姿は決して無意味なものではなく、泥の中に隠れた獲物を探し出し、5つの目で敵の接近を警戒しながら捕食するための合理的な適応の形だったのです。またハルキゲニアと呼ばれる異端の存在も海を彩っていました。細長い体を持つ彼らは全身に鋭く尖った何本ものトゲを生やし、腹側にある針のように細い足で這い回っていました。あまりにも奇妙なその姿は、かつて頭と尻尾、背中と腹の向きすら学者たちを悩ませたほどです。背中に生えた恐ろしいトゲは、常に襲いかかってくる捕食者の口から身を守るための決死の防具であったと考えられています。こうした怪物たちがひしめく戦場で、
最もか弱く見える存在がピカイアでした。ピカイアは小さな稚魚のような姿をした生物です。彼らには身を守る硬い殻もなく、威嚇するトゲも反撃する牙もありませんでした。ピカイアは口を持つあらゆるものからただひたすらに追いかけ回され、逃げ惑うだけの過酷な日々を送っていたんです。周囲の捕食者たちにとって彼らは容易に飲み込める餌に過ぎなかったのかもしれません。ですがこのか弱きピカイアの小さな体の中には、後の歴史を根底から覆す重要な秘密が隠されていました。彼らの体には原始的な脊索が確かに一本通っていたのです。内側から体を支える構造はしなやかな遊泳を可能にし、後の魚類、両生類、爬虫類、そして人類にまで至る脊椎動物の進化の出発点となるものでした。そしてもう一つ、目立たぬ初期の頭足類が影の中で密かに体を大きくしていました。大小さまざまな生物たちが複雑に絡み合うことで、カンブリア紀の海には地球史上初めての完成された食物連鎖が築き上げられました。生成生物を食べるもの、それをさらに捕食するもの、そして全てを食らう頂点の捕食者。食べるか食べられるかという非常なルールの下で、海底はここに真の戦場と化したのです。しかし、いかに絶対的な力を見せつけていた第一の覇者であっても、その栄華が永遠に続くことはありませんでした。頂点に立つアノマロカリスの王朝は長くは持たない運命にあったのです。激しい争いの陰で殻をまとい触手を持つ新たな狩人が静かに育ちつつありました。彼らはやがてアノマロカリスに代わって海の支配者となるための力を蓄えていたのです。エデンの園を終わらせた軍拡競争は、覇者の没落と新たな王の台頭という終わりのない争いの幕開けに過ぎませんでした。殻と触手を備え、静かに力を蓄えていたもの。これこそが、後にオルドビス紀の海を支配することになるオウムガイの仲間です。彼らはカンブリア紀の覇者のように速さで勝つわけではありません。俊敏さで勝つわけでもないのです。では、なぜ彼らが新たな支配者となることができたのでしょうか。彼らが頼みとしていたもの、それは中武装でした。全身を堅牢な殻で覆うことで圧倒的な防御力を手に入れ、海の世界を制圧していったのです。今回はオルドビス紀の海がどのような世界となり、どのような争いが繰り広げられたのかご紹介しましょう。なぜかつての覇者が姿を消し、オウムガイの仲間が台頭したのか疑問を持つ人は多いでしょう。それにはまず、オルドビス紀がどのような環境であったか振り返る必要があります。オルドビス紀の海は、カンブリア紀よりもはるかに入り組んだ複雑な世界となってきました。この入り組んだ世界の中で圧倒的な存在感を放っていたのがカメロケラスという巨大な直角貝です。彼らは全長6から9メートルにも達する体を持ち、まるで潜水艦のように海中を泳いでいました。カメロケラスは強固な殻の中に身を隠し、海の上空から獲物に襲いかかるという戦術をとったのです。カンブリア紀とは全く異なる重装甲を誇る覇者として君臨しました。以後、説明の便宜上、彼らのような生態を持つものを直角貝と呼びたいと思います。さて、直角貝が海の空を制覇すれば、海は彼らだけのものになるはずでした。しかしことはそう簡単に進まなかったのです。彼らを脅かす別の勢力が海底で静かに勢力を伸ばしていました。その新たな勢力こそ海サソリ、すなわち紅翼類です。なぜ彼らがここで登場してきたのか疑問に思う人もいるでしょう。直角貝が上空を支配したのなら、海底を支配するものが必要だったのです。海サソリは
海底に潜んで獲物を待ち伏せる冷酷な狩人でした。現代のワニさながらに浅い身の砂手に身を潜め、通りかかる獲物を巨大なハサミで捕らえていました。彼らは最大の競争相手として頭角を現したのです。上空から襲いかかるカメロケラスと海底から狙う海サソリ。この二大覇者はまるで示し合わせたかのように異なる方向から三葉虫を挟み撃ちにする恐るべき戦術を展開しました。海は上下から死が迫る戦場だったのです。このような激しい軍拡競争の裏側で、静かに地球の歴史を書き換える勢力も現れ始めました。それが初期のサンゴです。無数の小さな個体が集まって巨大な礁を築き始めたのです。地球史上初めて登場したこの建築家のごとき種は、浅米の権力構造そのものを根本から書き換えていきました。サンゴが作り出す複雑な地形は小動物たちにとって絶好の避難所となり、新たな捕食者たちを呼び寄せる足り場ともなりました。サンゴ礁の登場によって海の世界は三次元的な広がりを持ち、生態系は複雑に絡み合うようになりました。さらに海の中間層に目を向ければ、ヒト石類と呼ばれる奇妙な生物たちが浮遊性の生態的地位を完全に占有していました。彼らは海の中を漂い、海底や上空の激しい戦いとは無縁の世界で独自の繁栄を遂げていました。一方で、華やかな繁栄の陰でひっそりと生きる者たちもいました。それがムバゴ類です。彼らこそカンブリア紀の海に登場した小さな稚魚ピカイアの末裔であり、後に脊椎動物への道を継ぐ正統後継者でした。しかし当時の海において彼らは取るに足らない創生力に過ぎなかったのです。ムバゴ類は強固な殻も持たず、強力なハサミもありません。彼らは恐るべき直角貝や海サソリの足元を泳ぎ回り、誰からも軽くあしらわれていました。彼らに勝ち目はとてもない。これが当時の見方でした。ムバゴ類はただ目立たぬよう生き延びていたのです。そして同じ頃、歴史を根本から変えるもう一つの重大な出来事が進行していました。海から陸への進出です。陸上では苔植物の祖先たちが海岸の湿った岩の上へとこっそり這い上がり始めていました。彼らは地面に張り付き、とてもひ弱で目立たない存在でした。壮大な生存競争に比べればあまりにもちっぽけに見えたことでしょう。それでも彼らは確かに陸の植民に向けた偉大な第一歩を踏み出していたのです。この挑戦がなければ、後に陸上を支配するあらゆる生命の繁栄は存在しなかったと言っても過言ではありません。オルドビス紀の海には二大覇者が君臨し、複雑な生態系が構築され、かつてないほどの盛世を迎えていました。この素晴らしい繁栄は数千万年も続きました。二強による支配は永遠に続くかのように思われました。だがこの永遠とも思われた繁栄を突然ひっくり返したのは、強力な牙を持った新たな捕食者の登場でもなければ、未知の病原体のような別の生命の脅威でもありませんでした。それは一つの巨大な大陸であったのです。その巨大な大陸の名前はゴンドワナと言いました。この時、ゴンドワナ大陸は極めてゆっくりとした速度で南へ南へと漂流を続けていました。目指す先は地球の最南端、すなわち南極です。海に生きる生命たちは頭上の陸地がどこへ向かっているかなど知る由もありません。ただ自らの日々の営みを謳歌するばかりでした。それではなぜ陸地が極点へ動いただけで生命たちはこれほどの破滅を迎えることになったのでしょうか。それにはまず地球の気候メカニズムについて振り返っておく必要があります。
陸地が極点に存在しない時代、海流は地球全体を自由に巡り、海は穏やかで温暖な気候を保つことができていました。太陽の熱は隅々まで運ばれ、生命にとって快適な環境が維持されていたのです。しかし、巨大な大陸が極点に覆いかさると、事態は一変します。ゴンドワナがついに南極点に乗り上げたその時から、地球の運命は大きく変わりました。南極の気温は急降下し、大陸の上に猛烈な勢いで氷床が拡張していったのです。星全体が凍りつくような氷河期の幕開けでした。水という水が次々と巨大な氷の塊として大陸の中に閉じ込められていきます。すると海では一体何が起こるのでしょうか。そうです。海水位の急激な低下です。地球規模で海の水が奪われていった結果、海面は恐ろしい速度で下がっていきました。これまでオウムガイやウミサソリたちが生計を立てていた浅米は、みるみるうちに水が引き、ほぼ干上がってしまったのです。光があふれていた彼らの楽園は、あっという間に逃げ場のない狭い水たまりへと変わっていきました。それと同時に、海の循環システムそのものも大きく変わります。冷え切った海水が沈み込み、これまで深海によどんでいた酸素のない水、つまり無酸素水が湧き上がってきたんです。残されたわずかな浅海すらもデッドゾーンへと変貌してしまいました。こうして数千万年も続いたシェー星の総括が始まりました。かつて大繁栄を誇っていた三葉虫は環境変化に対応できずほぼ全滅し、わずかな系統だけが生き延びる結果となります。海中を浮遊して暮らしていた筆石類も大絶滅の浮き目に遭いました。初期のサンゴ礁も崩壊してしまったのです。絶対的な王者であった巨大オウムガイのカメロケラスも絶滅しました。巨体を維持する食料も空間も失ったのです。小型のオウムガイたちは生き残りをかけて深海へと退却していくしかありませんでした。もう一つの覇者であったウミサソリも深い傷を負いましたが、なんとか一部が生き残ることに成功します。この大混乱の中で思いがけない運命をたどった者たちがいました。最も目立たぬムザグモコたちです。彼らはもともと浅見の片隅でかろうじて生きていました。しかし、その過酷な場所こそが彼らを救ったのです。貧しい環境に耐える術を身につけていた彼らは、コウジェタたちが滅んでいく中で、結果として漁夫の利を得ることになりました。この恐るべき激変により、海洋に生息する全生物種の実に 85% が永遠に絶滅しました。これは地球の歴史上第2の規模を誇る大量絶滅として刻まれることになります。そしてその時、岸辺では誰も予想し得なかった出来事が起きていました。浅見が引いていくと、殻と足を備えた小型の節足動物たちはいやおうなく海岸へと這い上がらされたのです。彼らはウミサソリの遠縁であり、原始多足類の祖先であり、初期甲殻類と呼ばれる者たちでした。場所を失った彼らは生き延びるために陸を目指すしかありませんでした。彼らは苔植物が敷き詰めた湿った岩の上へとよじ登っていきました。岸へ追い上げられたこの小さき者たちこそが、次の時代の陸上動物のその祖先となる面々であったのです。寒波が去った後、浅木は半ば無人の地となっていました。生き残ったウミサソリが空いた浅見を引き継ぎ、オウムガイは深海へと退いていきます。こうして海の世界には新しい秩序がもたらされたかのように見えました。だが彼らの春は長くは続きません。なぜなら、これまでずっといじめられてきたムザゴゴたちがついに反撃ののろしを上げようとしていたからです。彼らは勝負の利そのものを根本から書き換える
ある武器を発明しようとしていました。海の歴史は再び大きく動こうとしていたのです。無我語行たちが手に入れようとしていた武器とは一体何だったのでしょうか。それは甲骨という未知の素材でした。これまで海の生き物たちが体を守るために使ってきたのは主に炭酸カルシウムという物質です。サンゴなどを形作るこの素材は海中に豊富にあり、容易に利用できるものでした。海サソリの外骨格も同じ成分から作られていました。しかし無我語魚たちはリン酸カルシウムという新しい成分を用いて骨格を作り出し始めたのです。リン酸カルシウムは後に私たち脊椎動物の骨の主成分となる極めて頑丈な物質です。炭酸カルシウムに比べてはるかに硬く、強度に優れたこの新素材を手に入れたことが彼らの運命を大きく変えることになります。なぜ彼らは特殊な物質を生成できるようになったのでしょうか。それには彼らが海サソリから受け続けてきた苛烈な攻撃の歴史を抜きにして語ることはできないでしょう。生き残るためには常識を覆す進化が必要だったのです。この画期的な素材を用いて無我語魚たちは自らを武装していきます。硬い骨を体内に隠すのではなく体外にまとうようになりました。急所である頭部や胸部の周りには重く分厚い装甲を施しました。こうして彼らは甲冑魚と呼ぶにふさわしい姿へと進化を遂げたのです。これは海サソリの巨大なハサミに対抗するための決死の備えでした。重い甲冑を引きずりながら泳ぐのは楽なことではありません。それでも彼らにとっては恐るべき一撃から身を守り命をつなぐことこそが最優先の課題だったのです。リン酸カルシウムで作られた装甲は海サソリの鋭いハサミを跳ね返すほどの強度を持っていました。いかに強い力で挟み込もうとも滑空魚の頭を砕くことはできなくなったのです。こうして彼らは敵の攻撃を正面から受け止める強固な姿へと生まれ変わりました。巨大な海サソリに無我語魚が立ち向かうことなど不可能だと誰もが思ったことでしょう。しかし浅見の頂点に君臨する捕食者の足元で獲物たちの進化は密かに進行していたのです。身を固めた甲冑魚たちは海の中で数を増やしていきます。死の恐怖から解放された彼らは活動の幅を広げ始めました。しかし彼らはただ身を守るだけで終わる存在ではありませんでした。防御を手に入れた彼らが次に向かったのは攻撃への転換です。彼らの進化は頭の装甲だけにとどまりませんでした。長きにわたる守りの時代の果てにもう一つの画期的な発明がもたらされます。それこそが顎の誕生でした。これまで無我語魚という名が示す通り、彼らには物を噛み砕く構造がありませんでした。口は丸い穴であり、海底の泥と一緒に有機物をすすり込むことしかできなかったのです。これでは大きな獲物を捕らえることはできません。ところが彼らの体内で奇跡的な変化が起こります。呼吸のために円を支えていた骨の一部が前方に移動していったのです。そしてその骨は関節を持ち、上下に動くように形を変えていきました。単なる円の支えが獲物を力強く噛み砕く恐るべき罠へと変貌を遂げたのです。これが地球の歴史上初めて顎を持つ脊椎動物が誕生した瞬間でした。顎を顎に作り変えるというこの大発明は生命の進化において最も劇的な出来事と言えるでしょう。これによって彼らの生き方は根底から覆ることになります。泥をすするだけの食事から他の生き物を自ら狩る積極的な捕食者への道が開かれたのです。顎を手に入れた魚たちはもはや海サソリに怯え逃げ惑うだけの存在ではありませんでした。
鋭い歯を備えた強力な顎は、海サソリの硬い外骨格をも容易に噛み砕く力を秘めていました。これまで一方的に捕食される側だった魚たちは、ついに攻守を逆転させ、反撃に転じたのです。海サソリたちは、かつての獲物に逆に狩られる立場へと追い込まれていきます。分厚い甲冑で身を固め、強力な顎で噛みついてくる魚たちには、巨大なハサミも通用しなくなっていきました。彼らの柔らかい関節部分は、鋭い歯によって次々と食いちぎられていったのです。それは海サソリにとって全く想定外の事態だったでしょう。海の頂点に立っていた彼らは、みるみるうちにその地位を奪われていきます。浅組での生存競争に敗れた海サソリは、ついに覇権を失い、深い海へと退却していくことになります。しかし彼らの受難は終わりませんでした。ある者は追撃から逃れるため、淡水へと逃れ込んでいきました。またある者は水中での生き残りを諦め、未知の領域、すなわち陸上への進出を余儀なくされていくことになります。かつての支配者たちは、世界の片隅へと追いやられていったのです。ライバルを駆逐し、浅見を掌握した魚類たちは繁栄を遂げていきます。こうしてシルル紀の海は文字通り魚類たちの独壇場へと姿を変えていきました。海の世界を制覇した彼らは、その勢いのままに新たなフロンティアである淡水域にも進出していきます。魚類たちが水の中で力を見せつけていたこの時代、実はもう一つ重要な出来事が進行していました。海や川の中だけでなく、陸上でも静かながら劇的な変化が起きていたのです。これまで陸地といえば、荒涼とした岩と砂が広がる不毛の地でした。しかしそこに、異観測植物という新しい植物が登場し始めたのです。彼らは体の中に水を吸い上げて、全身に運ぶための管を持っていました。この管は同時に体を支える役割も果たし、植物が重力に逆らって上へと伸びることを可能にしました。異観測を手に入れた植物たちは、水に浸かっていなくても生きていけるようになります。彼らは水辺から少し離れた乾燥した場所にも根を下ろし、生息域を広げていきました。岩肌を覆うように緑の絨毯が少しずつ大地に広がっていったんです。陸は静かに、しかし確実に生命が息づく星としての顔を持ち始めていました。植物が大地に根を張り、光合成によって酸素を作り出し、やがて他の生き物たちが上陸するための土台が築かれていったのです。海サソリの一部が陸を目指したのも、緑のオアシスが形成されつつあったからかもしれません。シルル紀は甲冑をまとい、顎を手に入れた魚類たちが圧倒的な力で海の覇者となり、同時に陸上にも緑が芽吹き始めた。生命にとって希望の時代でした。過酷な生存基礎を勝ち抜いた彼らは、ついに手に入れた平和と繁栄を心ゆくまで味わっていたことでしょう。しかし、シルル紀の穏やかな平和は長くは続かない運命にあったのです。魚類たちが我が世の春を謳歌したこの時代は、やがて終わりを告げようとしていました。緑に覆われ始めた陸地は、すぐ背後に迫る新たな脅威によって再び戦乱の渦に巻き込まれようとしていたんです。それはデボン紀という時代から静かに忍び寄る恐るべき怪物たちの足音でした。その忍び寄る足音は海から響いてくるものではありませんでした。それはすでに陸という別の世界を作り上げていたもう一つの王国から響いていたのです。肉ビシ類がついに岸へ這い上がった時、そこは決して空白地帯ではありませんでした。浅瀬から湿ったデロメへと重い体を引きずり上げた彼らの眼前に広がっていたのは、すでに先住民たちによって複雑海域に開拓し尽くされた緑の異世界でした。かつての荒涼たる岩肌の時代はとうの昔に過ぎ去り、大地は
無数の生命がひしめく鬱蒼とした暗い森へと変貌を遂げていたのです。足元の湿り気を帯びた土には幾重にも苔が分厚い絨毯のように敷き詰められ、少しでも乾燥を免れようと身を寄せ合っています。その奥にはシダの群生が幾重にも葉を広げて太陽の光を遮り、さらに見上げればアーキオプテリスな真に最初の樹木として20から30メートルの高さにまで太い幹を伸ばし、空を覆い隠すほどの枝葉を広げていました。広大な森は生命の息吹に満ちており、葉の落ちる音、風のざわめき、そして土の匂いが充満しています。そしてこの奇妙な植物の迷宮の至るところにプロトタクサイトと呼ばれる単褐色の太い柱のような巨大心筋がそびえ立っていました。高さ8メートルにも達するこの史上最大の菌類は、まるで先住民たちが建立した無言の神殿の円柱のように立ち並び、胞子を風に乗せて大地の隅々へと散らしていたのです。この濃密な緑の森の中で、陸の先住民たちはすでに盤石で揺るにない生態系を築き上げていました。オルドビス紀の果てに海の交代とともに岸へ追い上げられた小さな節足動物たちは、数千万年という途方もない時間をかけて大地に適応し、乾燥と重力に抗いながら異形の姿へと進化を遂げていたんです。枯れ葉や腐りかけた倒木の隙間では、数十センチメートルに達したヤスデが土を漁りながら這い回り、植物の残砦や菌糸をむさぼり食って土壌を豊かにしていました。彼らの硬い外骨格がすれ合うかまかな音が森の下層に常に響いています。その背後からは、かつての海の暴君であった海サソリの遠い進出にあたる原始サソリが落ち葉の層に身を伏せて獲物を待ち構えていました。毒を秘めた尾を高く持ち上げ、鋭い撥水を構えるその姿は、水辺を覆われた敗者の面影などみじんもなく、まさに陸の新たな狩人の風格を備えていたんです。空を見上げれば、まだ未発達のサシの原型を持つに過ぎない初期飛翔昆虫たちが重力に逆らうようにぎこちなく宙を舞い、陸の空という全く新たな領域への進出を試みていました。彼らは森の樹木から樹木へと跳躍し、殺空することで地上を這う捕食者たちの牙から逃れる術を身につけ始めていたんです。ここに上陸を果たした肉ヒテ類の末裔たる初期両生類は、決してこの世界の支配者などではありませんでした。彼らはまだ弱い肺しか持たず、絶えず皮膚を湿らせておかなければたちまち干からびてしまうという致命的な弱点を抱えていました。太い骨の通った獅子は自らの体重を支えきれず、デレを這いずり回ることしかできません。彼らは水辺から遠く離れることすらできない極めてひ弱な新参者に過ぎなかったのです。地球史上初めて陸の植民者と陸の先住民による血騒臭く熾烈な食物連鎖が幕を開けました。両生類たちは水際でじっと待ち伏せ、水を飲みに近づいてきたり這い回ったりするヤスデや小さな節足動物たちを捕食しての口をしのぎました。しかし森の奥深くにはより巨大な原始サソリが潜んでおり、彼らは逆にこの動作の鈍い両生類を格好の獲物として狙っています。陸の先住民である巨大な節足動物たちは鋭い毒針や強靭な白水を備え、分厚い外骨格で武装しており、水から上がったばかりの両生類に容赦なく反撃を加えました。新天地を求めて上陸した脊椎動物の祖先たちは海の巨大魚から逃れて、せっかくたどり着いたこの岸辺でコユドは恐るべき先住民の影に怯えながら泥にまみれて泥臭く生き延びるしかなかったのです。彼らは日中は水中に身を潜め、夜の闇に紛れて岸辺を這い、先住民の目を盗んではわずかな糧を得るという生活を強いられていました。陸に上がれば巨大なサソリに襲われ、水に戻れば巨大な顎を持つ魚たちが牙を剥きます。彼らの居場所は常に生と死の境界線上にあり、陸地という新天地は決して安息の地ではありませんでした。だがこの苦難の中で彼らは四肢の筋肉を鍛え、肺呼吸の効率を高め、
少しずつ陸の環境へと体を適応させていったのです。しかし、この陸の植民者と先住民による過酷な対峙は、さらなる悪夢の序章に過ぎませんでした。空を覆い尽くすアーキオプテリスの森が日の光を浴びて激しく光合成を繰り返すたび、大気中の酸素濃度は際限なく上がり続けていたのです。森は日ごとに深さと暗さを増し、湿気に満ちた濃密な酸素を極限まで吸い込んだ節足動物たちは、外骨格の制約を打ち破り、日ごとにその体を不気味に大きくしていきます。今を生きる人間がただ想像するだけで悪夢にうなされる狂乱の巨大怪物たちの時代がまさに訪れようとしていたのです。地球の歴史において最も背筋を凍らせる支配者たちとは一体どのような姿をしていたのでしょうか。その答えは高濃度の酸素が育て上げた異形の怪物たちにあります。多くの人は恐竜のような脊椎動物を想像するかもしれません。しかし彼らは脊椎動物ではありません。信じがたいことに、それは虫なのです。それではなぜ虫が地球の支配者として君臨できたのでしょうか。それにはまず当時の異常な環境について振り返っておく必要があります。この時代、地球の大気中の酸素濃度は現在の水準をはるかに超え、実に35% にまで跳ね上がっていました。地球上の森全体がまるで強烈な興奮剤を打たれたかのように、異常なまでの生命力でうっそうと茂り立っていたのです。このような特異な環境下で、虫たちは私たちの常識を根本から覆す巨大化を遂げました。空の覇者として君臨したのはメガネウラと呼ばれる巨大なトンボです。翼を広げた幅は70センチメートルに達し、太古らの空を不気味な羽音を立てて飛び交っていました。地表に目を向ければ、体長2メートル半に及ぶアースロプレウラという規格外の安手の仲間が丸太のごとき胴体をくねらせながら這い回っています。さらには体長1メートルに達する異形のサソリが分厚く積もった落ち葉の層に身を伏せて、音もなく獲物を待ち構えていました。この時代、水辺の王者として君臨していたのは初期の両生類たちです。彼らは巨虫たちにとって恐るべき天敵であり、同時に格好の獲物でもありました。両者は食うか食われるかの激しい生存競争を繰り広げていたのです。この壮絶な闘争の舞台となったのは、高さ40メートルにも達する巨大なシダ植物、鱗みがうっそうと生い茂る広大な森でした。この果てしなく続く緑の迷宮こそが、生き物たちの暮らす世界のすべてだったのです。やがて寿命を迎えて死に絶えた巨大な木には、長い地質時代の間に地中で圧縮され、今日私たちが燃やす石炭へと姿を変えていくことになります。さて、このような巨虫たちが歯を競う舞台の片隅に、まるで脅威には見えない新しい役者がただ一人立っていました。それが初期の爬虫類です。彼らは初期の両生類の一派から枝分かれして誕生しました。体はさほど大きくなく、皮膚は乾燥しており、最大の特徴として殻に包まれた葉膜卵を産むことができました。これは水の中に戻らずとも陸上の乾燥した場所で安全に孵化させることができる画期的な卵です。しかし巨虫たちが栄華を極めたこの時代において、こうした彼らの画期的な秘策は何一つ役に立ちませんでした。周囲の巨虫たちはあまりにも大きく、そして凶暴だったからです。さらに森は常に高温で湿っており、乾燥に強い体や卵の利点を発揮できる場所ではありませんでした。そのため、爬虫類たちはうっそうとした森のへりへと追いやられ、さな虫をかじって生きるほかに術がなかったのです。誰も彼らを意に介する者はいませんでした。ただし、
ここで肝心な一点を強調しておく必要があります。彼らは決してただ漫然と細々と生き延びていたわけではないということです。彼らは待っていたのです。乾燥に耐える皮膚、殻のある丈夫な卵、そして水に依存しない暮らし。これらはすべていつか必ず訪れるであろう環境の激変に備えてあらかじめ用意された強力な切り札でした。森が崩壊し、酸素濃度が下がり、環境が極度に乾燥していく、そのような日が到来したとき、彼らの真価が発揮されるのです。ひとたび環境の前提がひっくり返れば、この辺境の脇役たちは一気に盤面をひっくり返すポテンシャルを秘めていました。この森のへりで暮らす間に、爬虫類はやがて2つの大きな枝へと分かれていくことになります。一つは単ニュミ類と呼ばれるグループです。これは私たち人間の系統であり、後に10ミル類を経て最終的な哺乳類へと続く長い道を歩むことになります。もう一つは総ユミ類と呼ばれるグループです。こちらは後に恐竜やニセウニ類、ワニ、そして鳥へと続く道となります。後に生態系を二分するこの2本の道の分岐は、まさにこの石炭紀の森のへりの暗がりで、誰に気づかれることもなく、密かに敷かれていたんです。そしてついに、その時がやってきます。あれほどまでに豊富にあった酸素は、静かに、しかし確実に下がり始めていました。高濃度の酸素と湿気に依存していた広大な森は枯れ始め、巨大さを誇っていた虫たちも縮み始めることになりました。森のへりで数千万年という途方もない時間をじっと待ち続けていた爬虫類たちが、ついに暗い影の中から日の当たる場所へと出る時を迎えようとしていたのです。変わりゆく地球の舞台は、まるで彼らを主役に迎えるために広大な空白地帯を作りつつありました。しかし、その日の当たる場所へと歩み出た者たちの中に、恐竜の姿はありません。恐竜が現れるには、まだ数千万年の時を待たねばならないからです。それでは、大地へと姿を現したのは、一体何者だったのでしょうか。それは、もう一方の枝、単ニュミ類と呼ばれるグループでした。彼らこそが、私たち人類の祖先の直系にあたる者たちなのです。彼らは、新しい世界へ向かって力強く一歩を踏み出していきました。ペルム紀はおよそ5000万年にわたって続くことになります。この時代に陸上の本当の支配者として君臨したのは間違いなく単牛類たちでした。彼らの中で最も早く舞台に躍り出たのは蛮竜類と呼ばれる初期のグループです。中でも名高いのは背中に巨大な帆を立てた中型の狩人、ディメトロドンです。ここで一つ強く念を押しておきたいことがあります。ディメトロドンは決して恐竜ではありません。和名に竜の字が当てられるため恐竜の仲間と誤解されがちですが、それは翼竜や魚竜と同じ事情に過ぎません。彼の正体は紛れもない単ユギ類であり、私たち人間のごく初期の遠い親戚にあたります。彼らは恐竜とは全く別の進化の道を歩み始めた誇り高き一族なのです。彼らの末裔はやがて獣牛類というさらに洗練されたグループへと進化していきます。その姿は犬やアナグマといった小型の食肉獣を強く思わせるものでした。体の横に張り出していた四肢は徐々に体の真下へと伸び、重い体を支えられるようになります。これにより力強く大地を蹴って走ることができるようになりました。ただし、ここもはっきりと伝えておかねばなりません。獣遊類は
まだ完全な哺乳類ではないのです。彼らはあくまで哺乳類へ至る途上の過渡的な姿に過ぎません。獲物を切り裂く牙や肉を砕く奥歯など、用途に合わせて歯の形が分化し始めていました。骨格も現代の哺乳類に近づきつつあり、おそらく体温を自ら生み出し、一定に保つ能力も獲得し始めていたことでしょう。しかし、彼らの体を覆う真の毛皮はまだ存在せず、冷たい風から身を守るには不十分でした。そして何より、自らの父で幼い子供を育てるという哺乳類最大の革新的な術もまだ備わってはいなかったのです。真の哺乳類が誕生するには、遥か先である三畳紀の終わりまで待たねばなりません。それでもなお、獣有類こそがペルム紀における揺るぎない陸の覇者でした。恐竜の影すら存在しないこの時代、私たちの血統である単弓類の一族が長い苦難の道を経て、ついに生命の頂点である玉座へとたどり着いた瞬間なのです。広大な大陸を支配した獣牛類の内部もまた、生き残りをかけていくつもの分派へと分かれていきました。最強の捕食者として君臨したのがゴルゴノプス類です。彼らは剣のような牙を持ち、力強い獅子で獲物を追い詰める肉食の覇者でした。一方で、大地を大群で埋め尽くしていたのはディキノドン類と呼ばれる草食のグループです。小豚のような姿をした彼らは植物の根を掘り起こす2本の牙を持っていました。あらゆる環境に適応し、最も頭数の多い筋層として生態系の土台を築き上げました。そしてもう一つ、忘れてはならないのがキノドン類と呼ばれる小型の獣弓類です。彼らこそが最も哺乳類に近い姿をしており、その小さな体にはすでに体毛の原型が芽生えていたと考えられています。巨大な捕食者が闊歩する世界で、彼らは夜の闇や地中の穴など舞台の片隅に隠れ住みながら確実に生命の火を燃やし続けていました。この小さな者たちの中にこそ人類へとつながる希望の種が宿っていたんです。同じ頃、生命の舞台のもう一つの片隅では、種竜類と呼ばれる小さなトカゲのような生き物がひっそりと身を潜めて命をつないでいました。巨大な獣弓類が支配するこの世界では、彼らの存在感など無に等しいものでした。捕食者の目を逃れ、生き延びるだけで精一杯の存在です。だが彼らこそが後に恐竜や翼竜へと進化し、次の時代を支配することになる未来の主役だったのです。一方、生命の故郷である海の中はどうなっていたのでしょうか。そこではアンモナイトが殻の形を複雑に進化させながら大繁栄を遂げていました。浅瀬には新しい世代のサンゴが根を下ろし、サンゴ礁を形成して無数の命を育んでいました。各派に分かれた魚類たちもそれぞれの環境に適応し、生命力にあふれた海をなお力強く泳ぎ回っていました。そしてあの古き先達である未幼虫も新たな環境に適応しながら苦しい戦いの中で懸命に踏みとどまっていました。カンブリア紀の海に初めてその姿を現してからここまで、彼らはすでに3億年に近いという途方もない歳月を生き延びてきたのです。彼らの小さな体には地球の歴史そのものが深く刻み込まれていると言っても過言ではありません。海と陸で命が謳歌される中、地球の表面では地質学的な大事件が一つ起きていました。これまで分かれていたすべての大陸が移動し、ついに一つの巨大な塊として融合したのです。これこそが超大陸パンゲアの完成です。海から遠く離れた内陸部には湿った風が届かなくなり、見渡す限りの広大な砂漠が広がっていきました。気候は極度に乾燥し、内陸部の風景は単調な荒野へと変わっていきました。
それでもペルム紀の生成はなお数千万年もの間揺るぎなく続きました。獣弓類たちはこの乾燥の試練にも見事に対応し、彼らの王朝は永遠に続くかのように思われたのです。しかし誰一人として予感していなかったのです。この盤石に見えた王朝が地下に眠っていた太古以来の超巨大火山の目覚めによって根こそに覆されることになろうとは。あの何億年もの間、息を潜めていた怪物がついに咆哮を上げました。その怪物の名は超巨大火山シベリアトラップです。ペルム紀の生成はこの一夜の覚醒により終わりを告げました。それでは何が起きたのでしょうか。地下から湧き上がった巨大なマグマが地殻を突き破り地表へと溢れ出したのです。この超巨大火山はなんと100万年という途方もない期間にわたって絶え間なく溶岩と有毒ガスを吹き出し続けました。大気中に膨大な温室効果ガスが放出され、地球全体が極端な高温に包まれたのです。その結果、海の水温は上昇し、海から酸素が完全に失われました。さらに火山ガスが強烈な酸性雨となり、陸上の森を次々と焼き払い、オゾン層をも完全に崩壊させてしまったのです。宇宙からの致死的な紫外線が降り注ぐ中、地球生命の 95% が死に絶え、豊かだった海から命が消え去りました。なぜこの大絶滅はこれほど致命的な結果をもたらしたのでしょうか。このペルム紀末の大絶滅は過去に起きたどの絶滅とも明確に違うのです。大絶滅と聞いて宇宙から飛来した小惑星の衝突を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかしペルム紀末の惨劇は小惑星の衝突ではありません。ペルム紀末の惨劇は地球そのものが自らの内側から引き起こした現象だったのです。母なる地球が生命に対する徹底的なリセットを行ったと言えるでしょう。外部からの要因ではなく、地球自身の地質学的な変動が連鎖的な環境崩壊を引き起こし、逃げ場のない滅びの罠を作り上げたのです。この根こそぎの破壊によって数えきれない命が歴史から姿を消しました。海の中には針葉虫という偉大な生物がいました。彼らはカンブリア紀の時代から3億年を生き抜いてきた誇り高き一族でした。これまでの激変を何度も乗り越えてきた針葉虫でしたが、酸素が失われたこの猛毒の酸の海では生き延びることはできず、ついにその最後の一匹が死に絶え、歴史から永遠に消滅してしまったのです。陸上を支配していた生き物たちもまた終わりの連鎖に飲み込まれました。陸上の最強の捕食者ゴルノノプス類も酸性雨で焼け焦げた森のと燃え尽きて消えたのです。森が枯れ果て、獲物が倒れる中で頂点捕食者たちはなすすべもなく餓死していく運命にありました。かつて世界を支配した獣弓類たちの巨大な体は乾いた砂の上に横たわり、そのまま灰へと帰っていったのです。この極限状態でかろうじて命をつなぐ者がいました。それがディキノドン類とキノドン類のごく一部の仲間たちです。彼らは誇り高き支配者の座を捨て、地中深くへと穴を掘りました。地上の有毒ガスを避け、暗い土の中で息を潜め、わずかな泥をすすり、細々と生き延びるのみでした。まさに絶望そのものの時代と言えます。多様な動物が駆け巡った陸地は、生命の気配が消えた一面の荒野となりました。一方、海はどうなったのでしょうか。滅びの静寂の海では特殊なバクテリアだけが異常繁殖し、奇妙なピンク色のバクテリアの海と化してしまったのです。見渡す限りピンク色の海と焼け焦げた荒涼たる大地が広がるばかりでした。
ここに哺乳類型爬虫類の王朝は歴史から退場しました。栄華を極めた古生代の命の歌はここで一つの幕を下ろしたのです。地球誕生からの46億年のうち43億年余りの物語がこれで終わりました。マグマの海から始まり、最初の命が誕生したのは遠い昔のことです。単細胞生物は多細胞生物へと進化し、さまざまな形を手に入れて海を制覇しました。そして植物が上陸を果たし、動物たちも陸へ上がり、緑豊かな森の中で多様な生態系を築き上げてきたのです。しかし今、命を育んできた地球自身の手によって、すべてが再び無へと返されようとしています。懸命に進化の階段を登ってきた生命の歩みは、巨大な火山の暴力の前にはあまりにも儚いものでした。数億年にわたる努力はすべて水の泡となり、地球は生命の存在しない虚無の星へと戻ってしまったように見えました。誰もが生命の歴史は完全に途絶えたと思うことでしょう。しかしながら、命の歴史は決して終わることはありません。すべての希望が失われたかに見えたこの焦土と化したパンゲア大陸の片隅で、静かに立ち上がる者たちがいました。それはあの小さなトカゲ、種竜類の生き残りでした。滅びの灰が降り注ぐ荒廃した大地に力強く立ち、彼らはすでに次の時代をじっと見据えていたのです。かつての支配者たちが滅び去った空白の世界は、彼らにとって新たな進化の舞台となるはずでした。後に恐竜と呼ばれる彼らが支配する中生代の幕開け、そして我々哺乳類の祖先が闇夜で紡ぐ新たな戦いが今まさに始まろうとしているのです。地球46億年物語後編、中生代哺乳類の夜明けへと続く。